んにちは。ステファニー・アレマンデルと申します。リンショッピング大学に在学しております。本日、私の中の日本について発表させていただきたいと思います。この前、中国、韓国と日本のさまざまな歴史について、勉強していました。学ぶことがたくさんあって、とても面白かったです。特に日本の戦国時代がすごく気になりました。なぜかというと、織田信長、豊臣秀吉と徳川家康の、ホトトギスの川柳を読んで、現代の日本の、思想と文化と私自身のことについてもっと理解できるようになりました。この川柳にはそれぞれの考え方と、私の中の日本の印象が表されていると思います。泣かぬなら殺してしまえホトトギス。これは信長の文でちょっと暴力的な意味合いが入っていますが、日本の、実用的なところを示されると思います。社会を変えて開発すると、こういう直接的な考え方が有用でしょう。しかも我々人間は変化に対してどういうふうに対応するのでしょうか。よく不安を感じるのではないでしょうか。私の場合は日本で留学した時に、全てがスウェーデンと違いました。日本に対して不安を感じませんでしたが、悲しい時がありました。一人で他国に行って誰も知らなくて、自分の家族も世界の遠く離れたところに行って、この環境の変化がすごく怖いことでした。知っていた人は、ホストファミリーだけで寂しかったのです。私は当時そんなに日本語もできなくて、言いたいことははっきり伝えられなかったので悔しかったです。しかしここは豊臣の文があります。泣かぬなら泣かせてみせよホトトギス。私はこの文を読んで自分の成長について、もっと考えられました。日本語を分かるようになりたい、友達作りたい、ホームステイとさらに仲良くなりたい、一生懸命頑張りたいと思っていました。それは意欲です。意欲を持つのは私の中の日本の大切な部分です。もちろん泣きたくないホトトギスを泣かせるのは絶対に難しいことかもしれませんですが、ついに泣いてくれたら感謝するのではないでしょうか。意欲というと、私の中の日本のおもてなしはその一つ、例の一つです。おもてなしは2020年に開催される東京オリンピックに向けて、海外から訪れられる人たちを大切にお迎えしようという日本人の優しい気持ちを代表とする言葉です。私自身、おもてなしを受けたりした経験があります。例えば留学の間、ホストファミリーと友達にいろいろ助けてもらいました。ある日、同級生が一人食堂で昼食を食べていました。私も同じようにその一人寂しく席に座ったことがありましたので、その学生に隣に座っていいと聞きました。いきなり知らない人に声をかけられると驚くかもしれませんけれども、結局いい友達になりました。おもてなし、そして、少しの思いやりでも私の中の日本はそれを大切にしようと教えてくれました。泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス。徳川は賢いですね。ここは川柳の最後の文で日本の独特なところを、表されていると思います。徳川はなぜホトトギスを待つのか。外国人として、今すぐ泣かせるように何かした方がいいんじゃないかと考えるかもしれませんが、川柳の徳川のように冷静な思想を持った方がいいのではないでしょうか。ホトトギスは今泣いても別に構いませんので、もっと大事なことに集中しましょうか。
と考え方なのです。その考え方にはすごく憧れています。それは我慢ということではないでしょうか。初めて我慢を聞いたとき、ちょっと意味が分かりませんでした。我慢は言いたいこと言わないことだと思っていました。この川柳を読んでから我慢は無意味な衝突を避けることだと思います。その思想が、精神的な、強さを表せているではないでしょうか。この素晴らしい3人の考え方のおかげで人生のさまざまなことを心がけるようになりました。したがってホトトギスはついに泣いたらもっと素敵な音になるでしょうか。ご清聴ありがとうございました。